皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中東情勢プラスウクライナ情勢、この2つの話題について合わせてお伝えしていこうと思います。というのも、中東情勢についてのお話は前回行いましたが、その影響はウクライナ情勢にもまた波及するものです。イランとロシアとの間には軍事的な協力関係があります。イランとイスラエル、この間での戦闘が激化することによって、イラン・ロシア間の交流にも変化が出るわけです。また、中東情勢の緊迫化に伴う石油や天然ガスといったものの価格変動は、ロシアに対しても影響があります。今回はこのあたりのことについても合わせて解説をしていきます。まずは、イランの核開発計画が進展してしまうとして、イスラエルによる先制攻撃が行われました。これが今回の戦闘の発端です。攻撃を受けたイラン側では、革命防衛隊の総司令官が死亡、総参謀長も死亡、その他軍の上層部においても何人も攻撃によって死亡し、核開発に関わることのできる科学者数名についても今回の攻撃で亡くなりました。似たような場面ですが、今度はイスラエルの大都市テルアビブに対してイラン側からの弾道ミサイル攻撃が行われました。自分たちがやられたのだから報復するぞと宣言し、実際に行ったわけです。この弾道ミサイル攻撃の前には、大型のドローンであるシャヘドを使った攻撃も行われました。ただしこちらは100機程度が投入されたものの、その全てがイスラエルに届く前に、イスラエル空軍及びアメリカ軍の支援によって撃墜されたとのことです。大型のドローンシャヘドは低速でそれでいてレーダーに映りますから、イスラエル空軍が積極的に行動すればこれを撃退することも容易だったでしょう。一方で弾道ミサイルについては全てを迎撃するのは非常に困難です。撃つ方よりも守る方が難しいのがミサイルの攻防戦の実態です。ただ、イスラエルは国土としては狭く、また日常的に武装勢力ハマスやヒズボラからの攻撃も受けることがあり、防空体制は非常に整っている国です。迎撃用のミサイルにしても、短距離の防衛用ミサイルから長射程のものまで、質問量も整っている国の一つです。ただし、多くの迎撃に成功はしているもの、だからといって 100% ではありません。中には重要施設などについてもイラン側のミサイルが着弾したものもあります。ちなみにイラン側の弾道ミサイルに対してはかなり上空での迎撃も行われたようです。その残骸などが空に残っている様子なども写真に収められています。今回の攻撃はテルアビブだけではなくその周りなどについても広く攻撃が行われたものですから、住宅地にミサイルが直撃した様子もあります。このようにイスラエルが先制攻撃を行ってイランの首都テヘランを攻撃したわけですが、その報復がありました。これだけで今回の攻撃が終わったわけではありません。その後、イスラエル側の2日目の攻撃といったものも行われています。こちらはイラン側の2日目の夜、首都テヘランでの防空戦闘の様子です。この時のイスラエル側の攻撃によって空港周辺で大きな火の手が上がったそうです。それでは関連のニュースを見ておきましょう。産経新聞。全面戦争に突入の懸念。イランはミサイル200発で報復。昨年のような抑制シグナルなし。イランがイスラエルに弾道ミサイル約200発で報復し、死者も出たことで、両国の軍事衝突は激化する可能性が高まった。イスラエルはさらに強力な対イラン攻撃を行うものとみられ、全面戦争の局面に入ることへの懸念が強まっている。イスラエルとイランは昨年4月と10月にも今回のような攻撃の応酬をしたが、その際には戦闘拡大の意思はないとのシグナルが発せられた。4月にはイランが報復する計画はないとある時点で表明したほか、10月にはイスラエルがイラン側に攻撃を事前通告していたと報じられている。今回はそうした抑制的な行動が見られず、攻撃も単発でなく波状的に行われている。イスラエルは13日の攻撃でイランの核開発関連施設を標的にしただけでなく、イラン最高指導者ハメネイ師に直属する革命防衛隊の司令官や軍参謀総長、核科学者、さらに多数の民間人を殺害した。イラン指導部は国内世論も考慮し、一定の規模で報復すべきだと考えた可能性がある。イラン政府当局者は、攻撃は始まったばかりだ。イスラエルは司令官や科学者を殺害した重い代償を支払うことになるとメディアの取材に語っている。そしてアメリカの関与について、同じく産経新聞の記事より、アメリカ政府関与なしからトランプ氏事前に把握しアメリカの装備使用とイラン攻撃の見解に食い違い、トランプ大統領は我々は全てを知っていた。
攻撃には優れたアメリカ製装備が使われたなどとメディアの取材に語った。アメリカ政府は当初、攻撃はイスラエルによる一方的な行動でアメリカは関与していないとの声明を出していたため、見解に食い違いが生じている。イスラエルの攻撃はアメリカとイランによる6回目の核協議が15日に予定されているのを前に行われた。そのため、今回の攻撃をもって核協議は成立するめどが全く立たない状況となっています。このような状況にもかかわらず、トランプ大統領が攻撃を全て知っていたという話は、かなり嘘くさいなと思わせるような話です。なお、今回の攻撃にあたっては、工作機関モサドの活動がかなりイラン領内で行われたと報じられています。イスラエル側の発表によれば、自分たちの戦闘機が活動しやすいように、モサドの工作員がイラン領内でまず防空施設のレーダーであったり、対空ミサイルが配置されている基地などに対する事前の破壊工作を行ったとしています。それだけではなく、報復攻撃もきっと大規模なものが来るだろうということを想定して、弾道ミサイルが配備されている基地に対しても事前の破壊工作を行ったとしています。その効果があったかどうかは判定は難しいわけですが、少なくとも第一次攻撃においてイスラエル軍はイラン領内各地の軍首脳部に対する直接攻撃、軍施設への攻撃、各関連施設への攻撃、そういったものに全て成功したとしています。ただし攻撃が成功したからといって標的を完全に無力化できたかどうかというのはまた別の話となります。例えば人間の場合であれば爆発すれば必ず死ぬわけですが、一方においてウラン濃縮施設の場合であると、その主要部分が地下施設であり、地下貫通型の爆弾が十分な威力がないことから破壊はできていないだろうと見られています。そのためイスラエルは継続的な攻撃がまだ必要だという話をしています。完全に攻撃が終わるタイミングがいつになるかはイスラエル側の判断となります。一方で破壊工作作戦を実施したイスラエルなわけですが、報復作戦には200発程度の弾道ミサイルがイラン側から飛んできたわけで、事前にこれらを全て破壊することは不可能だったことを意味します。これは弾道ミサイルを移動式の大型車両に積んで各地に点在させていることから、これらを全て破壊することは、ほぼ不可能だろうと見られているからです。なお、諜報機関のモサドがイラン領内で活動した上で、それでもイランが報復作戦に弾道ミサイル攻撃などを多数行えている。だから諜報機関なんて役立たずだという話ではありません。イラン側の膨張体制を乗り越えて破壊工作を行えるこの状況といったものから学ぶべきことは、日本の場合だとこうした本格的な諜報機関がそもそもないという現実を見つめ直すべきだという話です。相手が破壊工作作戦を実施しやすい環境というのは、それだけ自分の国の守るための諜報機関の能力が足りないことを意味します。また、もしも国家間戦争が長引いた場合においては、ウクライナがロシア領内で行ったスパイダーネット作戦、クモの巣作戦のように、相手国内で戦時中に破壊工作を行うことも重要です。そのためにも、諜報機関を持っておくことの重要性といったものは明らかでしょう。日本国内では、対スパイ法をどうするかといったところで、政府が慎重に判断しなければならないと未だに言い続けているような状態です。安全保障環境がどんどんと厳しくなっている状況においても、まだそんなことを言っているのかというような危機意識のなさといったものを感じます。個別具体的にスパイ行為について刑法に定めて何かあれば、その一件一件をもって捕まえればいいというような時代ではどんどんとなくなっていきます。相手国が送り込んできたスパイが誰かといったことを事前に探るのもまた諜報機関の活動であり、そのような人物について継続的に監視、そして何かを行えばスパイとしての活動を重罪に課すといった形で相手国の行動に制限をかけることは、その重要性がどんどんと高まっていると言えるでしょう。そして今回のようなイスラエルとイランとの間における戦闘がこのまま長期化した場合においては、ロシア情勢に対する影響も出てきます。まず第一に、もともとイランはイスラエルを想定して大型ドローンシャヘドの開発生産を行ってきました。これは陸地においては国境が接していないので、なるべく安いコストで、そして継続的に攻撃できる兵器がイラン側の方には求められていました。弾道ミサイルは量産するには価格が高すぎます。ですから、大型ドローンシャヘドは
安い費用でそれでいて、イラクやシリアといった国を越えた攻撃ができる射程距離の安い兵器が必要とされたわけです。今回の攻撃作戦では、シャヘドは全く役に立っていません。その全てがイスラエルに届くことなく迎撃されたわけですが、ここで見ておかなければならないポイントが費用対効果です。一般的にミサイルの射程距離や性能が上がっていけば値段はどんどんと上がっていきます。しかし、大型のドローンの場合だと、それほど高い技術力が求められているわけではありませんから、一般的に値段というものはある程度安く作ることができます。もともとイランでは他の国から輸入して作るといったことがちょっと難しかったものですから、シャヘドのエンジンは自国で生産していると言われています。継続的にシャヘドを作り、そしてそれらをイスラエルに飛ばし続ければ、イスラエル側がミサイルで撃墜してくれたら、これはかなり費用対効果としてはイスラエルに対して負担をかけることができます。これは生産数の少ない弾道ミサイルについても同様で、今回の攻撃では大気圏外で迎撃するといったことも行われましたが、そんなミサイルの方の値段が高いといったこともあり、これをずっと続けるというのはかなりの経済的な負担が続くこととなります。そしてイランの関心がイスラエルへと向くのであれば、自分たちが生産していたシャヘドのエンジンをロシアに輸出することが見直される可能性が高くなります。ロシア領内でライセンス生産を始めた大型ドローンシャヘド。しかし、全ての部品をロシア領内で作っているわけではありません。ある程度の供給量があるのであれば、イランから物を仕入れて、それによって作るものもいっぱいあるわけです。今後、ロシアとイランの間における軍事協力は、特にイランの方がイスラエルの方に全力を傾けなければならなくなる関係で、イランによるロシア支援といったものは大幅に細っていく可能性があります。さて、中東情勢が大きく変動しているわけですが、この件に関してプーチン大統領はこのように述べているようです。AFP 通信より、プーチン氏、イスラエルのイラン攻撃を非難、国連憲章、国際法違反。プーチン大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相及びイランのペゼシュキヤン大統領とそれぞれ電話会談を実施。イスラエルによるイランへの一連の攻撃を非難した。クレムリンは声明で、プーチン大統領は、ロシアがイスラエルの行動を非難することを強調した。こうした行動は国連憲章と国際法に違反すると述べた。プーチン氏はネタニヤフ氏に対し、緊張のさらなる激化を防ぐため、仲介役を務める用意があると伝えたとされる。クレムリンはさらに、ロシアは中東全体にとって最も悲惨な結果をもたらす現状の解決に向けて尽力していると述べた。ロシア外務省は声明で、国連加盟国の主権、国民、平和的な都市、そして原子力エネルギーインフラに対する無謀な軍事攻撃は断じて容認できないとし、イスラエルによるイラン攻撃を残虐行為と呼んだ。まさにお前が言うなというような実例だと思うのですが、ロシアは国際法違反といったものをまさに体現している存在です。軍事力を他国への侵略に使ってはならないというのはまさに国際法の今の取り決めであり、これを破っているのがロシアです。ましてや、日常的に戦争犯罪を繰り返しているロシア軍、その総責任者である人物の言葉としては全くの不適切だと言えるでしょう。この人物からこう言われたとしても、あなたの言うようなことではありませんよという話です。だからといってプーチン大統領の指摘が間違っているかといえばそういったわけでもなく、今回イスラエルは自国の安全を脅かす、つまりイランには核兵器開発能力があり、このまま進めば核兵器保有国になる危険性があるのだから、これを予防的に開発能力を奪わなければならないとして攻撃を行いました。これはあくまでもイスラエルという一つの国の判断であり、国際的に認められた軍事行動ではありません。そのため、国際法違反というのもまた指摘としては別に間違っているわけではないのです。そして、ここでエネルギー資源の高騰についても触れておきましょう。中東といえば石油が真っ先に思い浮かぶわけですが、同時に天然ガスについても一大産地の一つです。ヨーロッパのガス価格急騰、天然ガス先物一時 6.6% 高、ブルームバーグ通信より。中東情勢への懸念が高まり、ヨーロッパの天然ガス価格が急騰している。天然ガス先物は一時 6.6% 急騰し、5週間ぶりの大幅な上昇を見せた。主な懸念点は、中東のホルムズ海峡を通る液化天然ガスと原油の輸送が敵対行為により妨げられる可能性だ。イラン政府は地政学的緊張が高まるたび、ホルムズ海峡の封鎖を繰り返し示唆してきたが、実際に行ったことはない。現時点では、
液化天然ガスの物理的な輸送は影響を受けていないが、船舶が海峡を回避し始めれば遅延が発生する可能性が高い。カタール、オマーン、アラブ首長国連邦は世界供給量の 18% にあたる約9万8000トンの液化天然ガスの輸出能力がある。石油価格、天然ガスの価格が高騰すれば、それは世界経済に対する足かせとなります。日本は特に石油に関しては中東にものすごく依存していますから、この話題はちょっと警戒しながら見ておく必要があります。一方で、石油価格や天然ガスの価格が上昇して喜ぶ国がどこかと言われれば、それは当然のようにそれらの資源を売り出している側の国です。現在ロシアは制裁により上限価格の規制がかけられています。EU の第18次制裁においては、その上限価格をさらに引き下げて、ロシアの石油収入などに打撃を与えるべしという話が出ています。ところが現在これに反対しているのがアメリカトランプ大統領です。アメリカはロシアの原油価格上限引き下げに反対。この件に関してロイター通信は G7 ではロシア産原油価格上限引き下げの準備についてアメリカが反対しているようなので、アメリカ抜きを想定して G7 での話し合いが行われていると報じています。中東情勢の緊迫化といった話題がここ数日で一気に湧き上がってしまったわけですが、それ以前であればサウジアラビアを中心とした中東産油国の間では石油を減産して高値で維持する政策について一旦見直し、むしろ増産して供給量を上げてもっともっと世界シェアを取っていこうという動きがありました。そのため供給過大となり、石油価格が徐々に下がってくるという状況になっていました。そこに来てさらに EU がロシア産原油に対して制裁をかけるとなれば、当然ロシアは大きな打撃を受けるというような道が見えていたのです。この話についてはほんの数日の間に一気にひっくり返ってしまいました。しかもトランプ大統領は相変わらずのようにロシアを助けようと制裁について反対するという行動を取り続けています。ちなみにイスラエルによるイランに対する先制攻撃に関しては、イスラエル国内では支持派の人の方が多くなっています。これはイスラエルとイランとの間における戦闘状態といったものは別に珍しいものではなく、過去にも何度となくこうした攻撃のやり取りがありました。そのうちイランが核兵器を持ち、しかもイランはすでにイスラエルに届く弾道ミサイルを持っていますから、核ミサイル化することは十分可能なわけです。ですから、核兵器を作る前にこれを叩いた方がいいと考えるイスラエル国民は過半数に達しているのです。ただし、この動画のちょっと前の方でも話しましたが、それはあくまでもイスラエルという一つの国の判断であり、決して国際社会全般で、よしあの国が核兵器を作ろうとしているぞ、みんなで潰せといった形で軍事力を使うかどうかの議論には発展していません。これはかつて北朝鮮が核開発計画を打ち出して実際にどんどんと進めていく段階にあって、国連軍を結成してさあ潰そうという動きになったわけではないのと同様です。その時北朝鮮に対してはみんなで制裁をかけようという話になったのです。なおこの制裁には一応形だけではあるものの中国やロシアも参加しました。現在ではその国連制裁といったものを国連常任理事国であるロシアが破って制裁違反の軍需物資のやり取りなどを積極的に行っているような状態です。だからこそお前が言うなみたいな話で今回プーチン大統領を取り上げたわけです。何にしてもこのようなイスラエルによる攻撃ですが強く非難する声は出ていません。なぜならば確かにイスラエルにしてみればイランが核ミサイルを持つのは恐怖に思うのは当然だという思いがどこの国でもある一定層あるからです。しかし同時にロシアによるウクライナ侵略に伴って国家間の問題について軍事力を使ってこれを解決しようという流れがもはや大して珍しくないという思いを持つ人も多くなったのではないでしょうか。これは戦争の日常化がどんどんと進んでいることの私は一つの証拠だと思います。だからこそロシアによるウクライナ侵略は少しでも早いうちにロシアの野望を打ち砕いておくことが重要だと思っています。逆に今のように戦争が日常化した状態というのはある国の言い分というものに一定の説得力を持たせ軍事力の行使に寛容な社会へと進んでしまう危険性がどんどんと高まっているわけです。例えば中国がどこかの国に対して攻撃を行うときに相手の国が中国を脅かしたんだというような話をとうとうとすれば他の国がそういうふうに考えたんだったら軍事力を使うのも仕方がないよねみたいな形で見過ごすような世界へと発展すればそれは日本にとって極めて危険な国際情勢、安全保障環境となるわけです。今の国際情勢はそのようにどんどんと
危うい状況へと突き進んでいるといったことは考えておかなければなりません。戦争は起こらない方が良いわけですが、しかし自分が変わらずとも周りが変わっていくというこの状況の変化は私たちを望まない環境へと導いていってしまうのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、評価ボタンのクリックよろしくお願いします。また私の活動は YouTube だけではなく X でもたびたび時事ニュースについての発信をしています。動画の作成能力が低い私ですが、文字だけで打ち込むぐらいであればもうちょっと頻度高く情報を発信していますので、ぜひとも SNS である X のアカウントのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。